途中でバッテリーもあるわけよ。バッテリーも使ったりするんで、こんなところで入り込んだりしながらでね、思ったんですけどね。やっぱね、ちょっと軽い何かのお話をして、ああ、そう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 、そうだよね、みたいなね、話をしてから本題にというか、これ軽い話だけで話が終わっちゃってもいいんですけども、なんかなんだろう、真面目な話の前の軽い話をした方がいいかな。あとやっぱりちょっとね、自分もあれはどう思ったんだっていう本筋とは全然関係がないけど聞きたいこともいっぱいあったりするんで、私の方がなんとなくアート話しながらね、反応してくださればいいかと思いますでね、ちょっとこの事件について私は名前を付けましょう。はい、なんだろう、昭和ちょめちょめ不適切事件。あれ、私はね、いろいろとね、親ってこう思うところがあったんですよ。前回っていうかこのシリーズとは全く関係ないところで、なんとなくあの時に昭和についてお話ししたなんとなく昭和について2人で、だから日本のドラマで、そうそうそう、日本のドラマについてっていうふうにおっしゃってくださってるからね、そうなんですよなんだけど、もう日本から離れて10年になっております。ね。で、そんなの知らないよ状態で、いや、昭和とかさ、ろくでもないよと。ヤンキーがね、暴力で物事を解決し、ヤンキーの女性版ヤン姉がね、もうこれまためちゃくちゃなわけですよと。ね。で、かつ、なんというか、その時に、はっと思ったのが、いや、僕の同級生の話によると、昭和のヤンキーと、昭和のヤン姉って女の子版、女の子版ヤンキー、つまりその時代の若き2人がね、農作業小屋に行ってちょめちょめしてるっていう話をした時に、ちょっと私を見る顔を見る目がね、おやってこう私思ったの。あれ、なんか一応研究する立場で立場の上の人間が一応こういうそういう年頃の女性に対して不適切な発言をしたんじゃないのかなと思ってちょっと凍ったんだけど、そうではなくて何か珍しい生き物を見つけたような目で私を見てたように思う。ああ、ドラマで見ましたと思って何それって言って、不適切にも程があるっていうあれですよね。で、見ましたよ。見ましたって、全編見たわけじゃなくてね、ちょっとね YouTube で見て、そういうことかと。映像になってたああいう世界ですよ。あれはね、非常にね、状況をねうまくね表している。そうそう、だってあれはだからその工藤官九郎さんと安倍貞夫さんがやってるやつですよね。で、私関西の人間だけどね、結構東北の人たちの笑いっていうのが好きで、工藤官九郎さんがほら、宮城とか東北の人だったりとかするんで、で、なんかああいうなんか勢いじゃなくて、なんかロジックがあってじわっとくるようなコメディを見てね、いいなとか思ってたんだけど、そうそう、で、これでね、私はここ10年以上帰っててね、ちょくちょく日本に帰ってるけど、もうドラマとか見ないのね。アリさんドラマ見まくってるの？ドラマとかアニメとか、なんか食事しながら何か見ますから、結構いっぱいの見ています。じゃあ不適切にも程がある。あれ見てわかるのね。はいはいはい。わかるって言った時の分かりは、あの時の分かりがどれぐらい分かって、で、なんで、それは、テレビで見たこと聞いたことありますって言った時のあの顔は、みんなの日本語には出てこない日本語を生で聞いて、昭和のおじさんが昭和のボキャブラリーで話してるのに感心しちゃったの。はい、なんかこう聞いて、一応ドラマを見るときは中国語のサブタイトルで見てるんですけど、時々なんか知らない聞いたことない単語を聞いたらってなんかバックしてリプレイして日本語字幕になって見て、これ多分今使ってない言葉かなと思って。しまったと思ったんだよね。毎回私がね、私は昭和の生まれじゃないと、令和マイナス45年の生まれだと。
ね、昭和がそんなに好きならあの時代が好きならね日本に戻って昭和がさって言ってるけどもそんなことはしないと決めて、まあ、台湾に来てそういうコンテンツにも触れない生き方をしてきていた私が思わずあ昭和の言葉かっていう風に見られてしまったなんだろう人間に見つからずにひっそりと暮らしていたら絶滅を逃れられたのに見つかってしまった新種の生き物のようなその状態になったわけですよ。そうですか。でそのねあれいかがなもんかっていうかでドラマを見てああ昭和っていいなと思うの。昭和って今から何年前ぐらい？もう私は昭和マイナス45年、じゃあ令和マイナス45年生まれとかって言ってるからまだあの時代の設定はそれぐらいなのかな。1980何年からタイムスリップしてきたとか80年でしたらそうあの時の音楽ちょうど今流行っていますよね。だからそれを聞いてそれは好きなんですけどあの時代まあ行けないですから行ったことないし行けないしまあどんな時代でも私から何も言えませんですね。結局、まあ、音楽だけは好きなんですけどあの時代暴力で解決だって主人公の人もそう拳で語り合ろう、暴力で解決だって本当にそういう時代だったわけだけどそれはいいのか悪いのかっていうね。令和の時代になってあれこれあれやっちゃダメこれやっちゃダメが多いからまあ確かにその時に比べたら自由な雰囲気もあったし、そうですね。めちゃくちゃだったよねあの時は。私もめちゃくちゃな小学生中学生だったけれどもでもあの時代がいいとは思わないしで今になって人類が進歩したなと思うもん。その昔はね。ドラマの中でもなんか令和時代の男の子がちょっと昭和時代に憧れて、はい、あの時代に残していきたいとなんかそういう考えもあるからまあでもなんか昭和時代から令和にいてまだ昭和に戻ったおじさんもなんか令和はいいなとかなんか考え始めてですからまあどんな時代でもまあその時代に生きたらどこか嫌なところがあって他の時代を憧れてそういうのはお互いそうですよね。例えばそのアリスさんのお父さんとかねおじいさんとかに30年前の台湾どうだったとかっていう話をしたらどう言うかって話だよね。でそういうのが舞台になってる台湾の映画もあるでしょ。あの時代のちょっとめちゃタイムスリップの、うんトピックにしているドラマ多分結構はいあるかな、でもあんまり台湾のドラマ見てないさよなら見ないねそうねでねそう日本人ですって言うと必ずねあなたこれは知ってるでしょってその病院に行った時に言われたのがねこのシャンパンっていうあれがシャンパン乾杯シャンパンなのかなって言ったらこの感じのシャンパンね。シャンパンはいこれシャンパンってお酒のシャンパンだと思ってさ何この人ドラマでシャンパンがどうのこうのって聞いててで後で調べたらこれ相棒のことだよね。そう全くねドラマを見ないからもう中国語のコミュニケーションのレベルじゃなくてね全く分からなかったその時会話についていけなくてであなたがドラマとか見ない人なのいやドラマ見ないで私も台湾のドラマ見ないけど日本のドラマはとても素晴らしくて見ちゃうのよねって言ってそうなのもうドラマっていうのもテレビドラマ見ないからさって言うんでもうそのレベルで全く言葉が噛み合わないっていうふうなことにねなってたんだけどそうだ台湾の人がね語学の学習として純粋に見るわけ。言葉を勉強するぞっていうのでああいうの見るのそれともドラマ好きって感じなの。暇つぶしとして別に分析するとかそんな研究してる人もいるよね多分。そうですね。でも別になんか勉強にもなれるんですけどそこまで真面目に見ていないなんかとりあえずリラックスの時間で見ているんですから、
もうそこまで努力していないかなと思います。続かないもんね。そうですねまあ、アニメとかでも楽しいなって見てそうですいいなとかそういう感じだよね。そうなんだよね。だからまあでもそのドラマでなんか何かのドラマを選んで見るとかっていうのもなく入ってくるのを見る流れてるのを見るってそういう感じ。なんかうーん絶対見たいのはなんかコメディみたいの楽しいやつ。コメディが好きなんです。そうですね。なんか風天季節にも程があるのも、なんか私も最初にインスタグラムでちょっとクリップを見て、はいリール動画を見て、なんかすごく面白いパーツを見て、このドラマ面白そうと思って見始めて、本当に楽しかったと思います。なんか意外のなんかそういうなんか絶対に何かを伝えたいわけでもないし、笑えるし、で意外とミュージカルのミュージカル原作も入っていてすごくびっくりしました。あれね、もうね、ミュージカル要素を入れないと、自分はその時代に生きてた人間で、そういう状況を見て、いや、ミュージカルを入れないとね、流す時にいろいろ、いや、フィクションですから、コメディですからっていうのを明示的に言っとかないと、あれはどうにもならないっていうか、不適切な表現がいっぱい出てくるでしょ、あれね。それはどうなんだっていうような。で、ああいうのはどうなんだろう。台湾とかでも同じなのかな。昔の20年前、30年前だったら、暴力を振るう先生がおり、なんか、そうですね。そうでしょ。多分なんか全球的に同じようなことが起きて、それはダメだよ、これはやめようねって言ってこう物事が進んでいくんだろうね。どこの地域でも日本だけに限ったことじゃないし、台湾とかも昔はそんな人はいたけど今そんなことやったらもう先生めちゃくちゃ怒られるよねとか、そうです。もう法律的にやっちゃダメ禁止されていますだと思います。そうですね。そうだよね。もうね、いや、もうこの YouTube なんかで流せないエピソードをね、あんなんじゃないからっていうのもあれだけど、あんなんじゃないからエピソードをね、こういっぱい見たんでね。そう。で、